はいどうも、市川の便利屋です。本日は江東区は亀戸にありますお宅にお邪魔しております。こちらのお庭の草抜きをしていくわけですけども、だいたい21平米ありましたね。で、お子様がいらっしゃっておもちゃがあったりプールがあったりするわけですけど、これをかいくぐって草を抜いていくというミッションをいただきました。で、今回は新しい試みとしまして、この動画の最後に今回戦った草の中でも特に強敵だった草ワースト3を発表したいと思いますので、最後までよければ見ていただければと思います。今回は20倍速で見ていただきます。3、2、1、スタートです。はい、始まりました。まずはあちこちに散らかっていたものの撤去ですね。いつもですね、草抜きの前にはこういったものを撤去しておいてもらって草抜きしやすいようにしていただいているんですけども、ちょっとお時間がなかったみたいで、このままどうにかお願いしますということだったので、まず撤去させていただきました。で、いつも通り鎌ですね、鎌で買っていたところちょっと刃が立たなかったというかね、手強かったので、まずは丈が長かったので剪定バサミで切ってみました。芝生があるということがね、事前に分かっていれば芝生用の専用のハサミがあるのでそちらをお持ちしたんですけど、今回なかったので剪定バサミで代用させていただきました。でもやっぱりね、刃と刃の隙間に潜り込んでしまってちゃんと切れないっていうかね、右手用のハサミを左手に持ち替えて紙を切ろうとした時の感じですね。あれうまく切れないじゃないですか。そういった感覚ですね。なのでやっぱり対象の草に合ったやっぱ武器を使って対応していくことが必要だなということが分かりましたね。これ見た目以上に根が強く張っていたので、コツコツ鎌で今根を切りながら抜いていっている最中ですね。はい、そして出ましたね、お得意の表面を削るトンボですね。これで地表を削って後でふるいにかけまして草と根と土を分離させていくという作戦ですね。この芝生じゃないエリアはこれができたので良かったんですけど、向かって右半分は芝生エリアだったので、芝生の間に生えている草を抜きつつ進まなきゃいけない。左は芝生が生えてなかったので地表をゴリゴリ削ってもよかったっていうね、対照的なエリアに分かれておりましたね。これが全部地表を削っていけるもんだったらすごく楽だったんですけども、芝生があると割と手間がかかってしまうんですね。最初パッと写真をね事前に送っていただいた時にもう草がねすごい覆われてたので芝生が全く見えなかったんですね。ご依頼主さんも芝生が下にあるっていうことを知らなかったそうなんですよね。なので誰も芝生のことを想定に入れてない状態で作業が始まったということですね。でも芝生は個人的にはやっぱりこれからね育っていってこの庭全体が芝生になればいいなと思うので、なるべく残してあげたいので、やっぱりこの芝生の間に生えてる草を取りつつ芝生を生かしていってあげたらなと思いました。で、芝生って息をしていますので、竹串とかでですね穴を開けてこう空気穴をね入れてあげればいいので、鎌を使ってそういったね草を抜いた時に、穴ができますので、一石二鳥かなと思ってね、草を抜いた穴からまた空気がね入っていけばいいので、こういった手入れを細かくやっていくと芝生がどんどん元気に育っていくんじゃないかなと思いますね。はい、現在今奥の方で作業しておりまして、ほとんど何をやっているか分かんない状態ですよね。結構これカメラで構えて気になったところがまた離れているエリアでなかなか見づらいっていうのはね、草抜きあるあるですね。草抜き撮影あるあると言いますかね。はい、こうやってね一生懸命地表を削っておりますけども、プールの奥であまりよく見えないっていうね。はい、でもちょっとずつね土が見えているのでだんだんその変化が分かるかなと思いますけど、これでカメラの位置を変えてね向こう側から撮りたかったんですけど、ちょっとね日の向きとかあってね変えるのはちょっと良くないかなと思ったりね悩みつつやっておりましたけども、地表を削ったら今度はちょっとプランターの周りの草が気になってまた戻ってきてっていうね、そういうのを繰り返しております。で、結局カメラの位置変えました。やっぱりちょっと見にくいかなと思ったので、しかもこっちの方がね茂ってたのでビフォーアフターの差がよく分かりやすいかなと思って、ぜひともこちら見ていただきたいなと思ったので、こちらで撮影させていただきました。はい、そして今やっているのがふるいを使った根と草と土の分離作業ですね。はい、これをやると本当に地表が綺麗になるんですよね。おそらく他の便利屋さんでやってる方なかなかいないんじゃないかなと思うんですけども、このふるいを使ってやるとかなり綺麗に仕上げることができますので、この辺りがですね我が家市川の便利屋の誇るべきサービスといいますかね、他ではなかなかないサービスだと思います。で、これをやると根から取っているので、もしくは成長点を取った状態で、お渡ししておりますので、次草が生えるまでの時間が長くなります。はい、なかなか草が生えづらくすることができますので、この草刈りとね草抜きの違いをね感じていただけたらなと思います。僕
がやってるのは草刈りではなく草抜きの方ですね。これがやっぱ違うんですね。草刈りだと地表をただ切るだけなのですぐに生えてきてしまいます。見た感じ一緒なんですけど、2週間も経てば一気に差が出るかなと思いますので、この辺りもねよくご検討いただいてからご注文いただけたらと思います。もちろん草刈りの方もやっておりますけども、僕がいつもやっているのが大体草抜きの方ですね。このようにふるいにかけた後は根と草が上に浮いてきますので、それを取って捨てます。で、下に溜まった小石や土をまたリリース、庭に戻していくという作業の繰り返しですね。はい、そして今芝生エリアですね。芝生の間に生えている草を取っていくと。結構強い根が生えていたので、一つ一つ丁寧に抜いていかないといけない。で、これ見た感じですね、草が残っているように見えるのが悔しいですね。芝生がまばらにこう生えているがためにですね、ちゃんと取れてないような感じに見えますけども、芝生がね、この手前の右側の手前の、芝生ちょこっとだけあるじゃないですか。ああいうのも抜き残しではなく芝生だったがために置いてるというものなので、そのあたりちょっと分かっていただけたら嬉しいなと思います。はい、まだまだ残ってんじゃないかというようなね感じで見られがちですけど、はい、今ね芝生の丈の調整してますね。剪定バサミをどうにか芝生をこう立たしてなんとか切りやすい状態に持っていって、切っていると。はい、そして今熊手の作業ですね。これやるとごっそり綺麗になるので、見てても気持ちいいし自分でもやってて楽しいですね。はい、そして、抜き残しが目立ちますので、それをまた抜いていくと。はい、冷気がけしてまた抜き残しを見つけて取っていくという仕上げの作業に今入っておりますね。だいたいいつも4周するんですね。最初はざっと抜いて、で2周目から鎌を使って本格的に抜いていって、で3周目で抜き残しを見つけて、最後に熊手を使って、仕上げてきれいに掃除していくというものですね。はい、今行ったり来たりしていますけど、やっぱねちょっと気になるものがねあちこちで見つかったりとかして、それを抜いていくということをやっていますね。奥の方なので何をやってるかさっぱりわからないかと思いますけども、仕上げっていうのはだいたいこんな地味な作業になります。はい、そうこうしているうちに終了しました。それではビフォーアフターの写真を比べていきたいと思います。はい、このようにうっそうと茂っておりましたけども、約2時間半の作業でこうなりました。すっきりしましたね。でも芝生が点在しているのでなんか綺麗になってないように見えるのが悔しい。でも今回芝生エリアに鎌を入れて耕した感じにしてふかふかにしておきましたので、この芝生の根がどんどん張っていってですね、今後広がっていってくれるかと思います。続いて逆サイドプール側の方から見てみますね。はい、こちらがこうなりました。あと地味にプランターの草も抜いてあるのを気づいていただけたらと思います。今トマトを育てているらしいので、この後もトマト引き続き育っていってもらえたらなと思います。ということで2時間半にわたってこの21平米のお庭の草抜きをさせていただきましたけれども、今回いただきました作業料の方は12,000円プラス飴玉4ついただきました。ありがとうございます。娘さんにどうぞということでした。はい、結構お腹減ったので帰りに松屋に寄って大盛りの牛丼いただきました。ちなみにこれが松屋の駐輪場ですけども、こんな感じでいつも熊手やトンボを積んで走っているわけですね。この自転車で今日は33キロ走りましたね。では最後に今回の草抜き作業で手強かった雑草ワースト3を発表したいと思います。手強かった草第3位はドクダミです。はい、これは爽健美茶にも入っているドクダミですけどもね、薬草になるんですけども、抜いてる最中に独特の強い匂いを発するんですね。だからちょっととっつきにくいなといったところですね。そして繁殖力もすごいですから、だいたい壁際にこうたくさん生えてる、ジメジメしたところにたくさん生えてるといったイメージですね。よく見る草ですね。はい、続きまして第2位はカタバミです。はい、形状がクローバーとよく似ているんですけども、クローバーは葉っぱがまん丸楕円形なんですね。で、カタバミがハート型をしてるんですね。どっちかといったらカタバミの方が可愛い感じがするんですけども、実はこれはクローバーではないんですね。これの厄介なところは芝生の間に群生しまして、でめちゃめちゃ増えていくということですね。で見た目がちっちゃくてなかなか抜きづらいんですね。抜いたとしても途中で切れてしまう、茎の部分で切れてしまうので根が残ってしまうんですね。それでなかなか除去が難しいといったところがありますね。でも放っておくと花が咲きまして、そこから結実しまして種ができた後が厄介ですね。種を弾けて飛ばしていくんですね。
そうやって勢力図を増やしていくというのがこの片呑みの戦略なんですね。恐ろしい草です。そして今回一番手強かった草第1位はスズメの片びらです。この名前なかなか聞いたことないかと思うんですけども、でもよく見る草ですよね。はい、これの厄介なところは芝生と似てるんですね。芝生もスズメの片びらもイネ科の植物ですから、ちっちゃいうちはあまり差が見えないので気づかない、もしくは詳しくない方は放置しがちなんですけども、これを放っておくと今回一番厄介だった根がすごい張ってて辛いって僕言ってたと思うんですけども、こいつだったんですね。こいつがすごい丈夫な根を張っていたので、なかなか冷気が通らなかった、冷気の葉が通らなかったっていうことがありますね。これももちろん繁殖力が強いので放置するのは禁物ですね。今後もこれらの雑草に負けないように頑張っていきたいと思いますので、今回の動画よくやったねとかね、頑張ったなと思った方はぜひともいいねボタン押しといていただければ幸いです。ということで今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。もしこのような作業が必要な方いらっしゃいましたらお気軽にご連絡いただければと思います。市川の便利屋@gmail.com もしくはこちらの LINE の QR コードを読んで KM73 までご連絡いただければと思います。それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。